どうも皆さんこんにちは、あきらです。じゃんということで、新色スカイブルーの MacBook Air が届きましたので、今回はですね、こちらありがたいことにね、先行レビューの機会をいただきましたので、何が変わったのか、どれぐらいのことができるのか、M1、M3 のね、MacBook Air とか比べて乗り換えの検討の価値はあるのか、性能をね、しっかりとね、今回見ていきたいなというふうに思っております。ということで、この新色の MacBook Air どうでしょうか？めちゃくちゃ可愛いですね。このブルーはさ、いや、なかなか可愛いですよ。今回ね、比較していく MacBook をね、紹介していくと、M3 MacBook Air でございます。はい。これね、実は僕、持っているんですよね。で、さらに、ちょっとね、俊介のこの M1 の MacBook Air もございますので、この M1 モデルですよ。このね、M1 チップ搭載の MacBook 買った方多いんじゃないでしょうか。で、そろそろ買い替えたいなという風に考えてる方多いと思うんですけれども、そういう方にも参考になると思うし、で、さらにですね、このプロモデル、僕が使ってるこの MacBook Pro 14インチの M2 Max ですね。まあ、こういったね、プロモデルとも比較しながら、どういうね、乗り換えの価値があるのかっていうのを徹底的にね、見ていこうと思います。では、それではですね、まずデザインとか見た目のね、ところ、カラーとかをね、しっかりと見ていきたいなという風に思うんですが、実際にですね、ちょっともうこれ開封はしてるんですけれども、このスカイブルーのカラーね、はい、このマグセーフの充電コードも、しっかりとね、青色になっております。で、このアダプターに関しては、まあ、そこまで大きくはない、このサイズ感のものになっておりますね。で、2口のものになってますので、Mac だけじゃなくて iPhone もね、追加充電することができるような2口のものになっています。これはね、最大 35W のね、アダプターになりますので、まあ、そこまで高出力ではないです。はい。で、ましてやこの2個ね、つなぐとなると、全然ね、足りなくなっちゃう気もするので、このね、MacBook Air 自体は 75W までね、最大のインプットに対応していますので、よりね、もっとこう、いいね、アダプターって全然あると思うので、そっちを用意して、iPhone とか他のデバイスも一緒に充電するみたいなことの方が僕はいいと思います。はい。ではですね、この対応のね、このカラーのところをね、見ていきたいなというふうに思うんですが、今回4色展開となりました。スカイブルー、シルバー、スターライト、ミッドナイトの計4色で今ね、ラインナップが構築されております。で、スペースグレーカラーがね、廃止されました。こちらですね、M2 Max、これプロモデルにはなるんですが、僕がね、普段持っているこのスペースグレーのね、カラーがちょっとなくなって、まあ、これね、結構好きだった方多いと思うし、まあ、結構これね、長い歴史だとは思うので、まあ、ちょっとね、なくなってしまったところのね、寂しさはあるかなと思います。で、シルバーと比較すると、このような違いがあります。まあ、ちょっとこの環境下だと光がね、かなりね、あるので、分かりにくいんですが、若干こう傾けていくと、結構色のね、違いは分かるんじゃないでしょうか。特に暗いシーンとかでは、全然ね、この青の発色っていうのは意外と出てきますので、この裏面とかもね、こんな感じになってますので、このね、カラーは、言うて結構ブルーではあります。はい。とはいえね、薄いブルーになるので、これが iPad Air 13インチのブルーカラーのモデルになるんですが、これよりは一段若干薄いかなというくらいですかね。はい。まあ、パッと見この動画で見るとそんなわからないんですけど、肉眼だと若干この iPad の方がちょっと濃いかなぐらいです。で、まあ、サイズ感に関してはもうね、全然見た通りで、全然結構違います。これはね、もう一回り、二回りぐらい大きさがね、変わっちゃうんですよね。分厚さみたいなところはね、ほぼほぼ変わらないんですけれども、やっぱこの大きさっていうのは、だいぶとね、変わってきます。で、ディスプレイのサイズ感もやっぱりこんな感じで違いますので、やっぱり15インチはすごく大きいなという印象があります。で、ここを比べてください。トラックパッド。ここのね、大きさが結構違うのが僕的にはちょっと大きなポイントだと思っていて、トラックパッドサイズがこっちだと大きいんですよね。なので、ここの操作感はね、やっぱね、15インチやりやすいなという印象が僕的にはございます。で、他のね、このキーボードのサイズ感っていうのは一緒になっています。ただですね、僕ね、ちょっとこれ大きなね、僕の中で Air と Pro の違いなんですけど、若干ね、違いが分かりにくいんですが、このタイピングのね、感覚が Pro と Air では若干違うんですよ。というのも、これちょっと押していくと、こんな感じ。で、Air は、わかるかな？ちょっとね、この軽い、エアーの方がちょっと薄いような気がしますね。なので、このキーボードのタッチの操作感っていうのは違います。で、プロだとここにスピーカーもあるというのも結構変わってくるんですね。でですね、ここに M1 の MacBook Air があるんですが、M1 チップとかと比べるともう全然ね、筐体も違っています。M1 はね、ちょっと薄いんだけど、こっちはね、よりフラットなデザイン感になってるんですね。で、こっちがね、M1 で、こっちが M3、まあ M4 もほぼ一緒なんですが、ちょっとだけディスプレイもね、違いがあって、そもそも M1 ね、ここにスピーカーもあるんですが、この感じで見ると、ここの縦のね、サイズの時の、ここの日付とか、この辺のね、メニューバーが、こっちの方がね、若干ね、小さくなるんですよね。
小さいというか縦が少なくなるんですよね。なので縦の表示領域がやっぱりね M1 チップと比べたら上が増えるので、例えばこう動画編集のタイムラインをねより上に出したかったりとか、写真とかも全部そうなんですけど、やっぱり縦にね広くね、最近のこの M1 より後のモデル M2、M3、M4 は縦が広いので、そこの使いやすさっていうのは絶対にあります。で、接続のポート類に関してはこの M4 でも M3 でもほぼ何も変わらなくて、側面ですね、右側にはヘッドホンの 3.5mm ジャックがあって、反対側には MagSafe3 の充電ポートが1つで、サンダーボルト4が ×2 個あるといった形になっています。で、一方この MacBook Pro に関してはもう少し多いです。MagSafe USB-C が2つと 3.5mm がこっちにあります。左にあって、で反対側こっちは HDMI と、USB-C がさらにもう1個で SD のカードの端子があるので SD をそのまま挿すことができると。っていうので、やっぱりポート類はやっぱり MacBook Pro っていうのは圧倒的に使いやすいというところがあります。でですね、そもそものね設計としてこの MacBook Pro っていうのは Air と比べて内蔵のファンがあるんですよね。なのでこう排熱処理がねうまくできるからこう高負荷なねパフォーマンスが出やすいんですが、 Air っていうのはそもそも内蔵の冷却ファンっていうのが搭載されてないんですよ。なのでめちゃめちゃ静かだし、かなりね薄くやっぱ設計されています。プロと比べてもですね、はい、若干ねこの厚み薄さっていうのがね伝わるんじゃないかなと思いますし、今回の MacBook Air と比べてもやっぱりプロ、今真ん中ですね、プロの方が厚みはね分厚くなってるという風になりますので、やっぱこう重さ的にはね絶対プロが重くなるというところになってきます。で、続いてディスプレイのところに関してもねお話をしたいんですが、この MacBook Air に関してはですね、リキッドレティーナディスプレイになります。で、一方こっちの MacBook Pro に関してはリキッドレティーナ XDR ディスプレイになるので、厳密にはねこう色再現性っていうのはこっちのプロの方がより優れているということが、あったりします。で、画面の輝度ですね、表示の明るさみたいなところに関しても、多分パッと見こういう風に並べた状態ではあんまわからないとは思うんですよ。ただですね、こっちの MacBook Pro は1000ニットで Air だと500ニットになるので、こう室内だとねあまり変わらないんですが、こう屋外ですよね、外に出た時にはプロの方がやっぱり明るく見れたりはするといったところになってきます。でですね、僕今回この MacBook Air の方のこの15インチでちょっと2つほどこうあってほしかったっていうのがあって、それが1個がまず USB-C のポートがやっぱりさ大きいからこっちもつけてほしかったなというのが正直1個あって、でもう1個ナノテク、これはねエアーこそいると思ってるんですよ、僕的にはね。こちらですね M4Max の16インチ、こちらね先日レビューしたばかりのものですね。これナノテクスチャーディスプレイというようなね画面になっています。ちょっとこれ追加のオプションで22,000円ぐらいだったかな。要はこの反射を低減させると、はい、今ここにね、照明このライトがね6灯焚いてるんですけど、こっちやっぱりねかなりライトが反射していますよね。わかりますか？ただこっちはね全然反射が抑えられていますよね。こういうナノテクスチャーディスプレイっていうのが、M4 シリーズにはねラインナップとしてあったんですが、 MacBook Air にはオプションがなかった。これはね欲しかったね。 MacBook Air こそさ外で使えません？僕はね結構カフェとかそれこそ出張とかでバンバンね外で使っていくことが多いので、やっぱりねエアーこそ欲しかったなと正直思いました。 M5 はぜひよろしくお願いします。はい、ということでここまででねだいぶと外観とかについて分かってきたと思うので、スペックについてご紹介していきましょう。今回ねこちらにある MacBook Air のスペックはこのような形になっています。ストレージ以外がね最小構成のモデルになっておりまして、ストレージが 512GB に拡張した10 Core CPU 10 Core GPU 16GB メモリの、モデルになっております。ストレージがねこう256から512に1個だけ拡張した、結構一番おすすめのねスペックの MacBook Air という風になっております。で、価格に関しては13インチが 164,800 円からで、15インチが 198,800 円からで、これはストレージを拡張するので 228,800 円からという風になります。で、最大スペックのね拡張幅が今回から増えて M3 だと、メモリは 24GB が最大だったのが M4 から 32GB まで最大にできますと。で、 SSD は 2TB まで最大のね拡張できて、15インチの最大拡張モデルで 378,800 円という風になりますので、てんこ盛りにしても37万円で済むっていうのは、意外とねそこまでめっちゃ高いわけじゃないのかなという風に感じております。はい、でですね、この13と15インチの中での違いとしてスピーカーも一つ挙げられるんですけど、13インチのモデルはスピーカーが4つのサウンドシステムで、15インチの方は6つのねサウンドスピーカーシステムになっています。こっち M3 ですが M4、M3 両方ともそれは同じですと。で、一回ねちょっと聞き比べをねしてみたいと思います。こんな感じでした。That's bullshit. You don't like me, and we both know that. Can we just pretend we're grown-ups for a minute? You said you're sorry, but talk is cheap. You got away with it too easily.
Can we just pretend we're grown-ups for a minute? You've been to me, and I ease your heart out. Your ex-man is with me now. You've been talking shit behind my back just to feel good about yourself, but he's with me now. We're kissing on your old patch. I know you're trying to feel better 'cause you're being bitter on your own. Ease your heart out. はい、ということでですね、続いてカメラ性能をね、見ていけたらなというふうに思うんですが、今回のこの M4 の MacBook Air はカメラ性能がね、良くなったんですよ。デスクビューとね、センターフレームカメラにね、対応したということになるので、ちょっとね、それを一回やってみましょうか。はい、今ですね、これが M4 の MacBook Air で撮影をしている、動画ですね。画質はいかがでしょうか。これぐらいですね。はい。で、こちらが M3 の MacBook Air で撮影をしております。画質はそんな変わらんというか、こっちの方がなんかシャープな気はするよね。で、これが M1 の MacBook Air で収録をしております。はい。全然違うね、画質。立体感も違うね。はい。で、これがですね、M1 の MacBook Air です。びっくりするぐらい違うね。全然違うよ。で、こっちが M4MacBook Air で、こっちが M3MacBook Air。しかもなんかこう、僕が来るとちゃんと顔がね、トーン明るくなる。で、これが M1MacBook Air。あ、これは違う。はい、このようにインカメラの画質がね、M1 からだいぶと上がってますので、M3 も低照度やったらね、M3 よりも M4 の方がね、良かったなと思うんですが、カメラ、ビデオ会議される方は M1 シリーズから買い替えるだけでだいぶとね、全然違うなという印象があるんじゃないかなと思います。で、他にもこの M4MacBook Air に関してはデスクビューモードが使えるようになりました。はい、FaceTime を開くとね、こんな感じで、で、これ Mac を後ろに移動させてあげて、カメラアングルを要は机のね、ここの部分ですね。ここになるように設定してあげると。で、表示領域は後から変えるので、これで共有をすると。そうするとこんな感じになりますと。こういう風に。一応ね、できます。こんな感じで。ただ結構歪んだりとか、こんな感じになるので、高さがね、あんまりこう出てない感じはしますので、とはいえ一応ね、こういう風に共有をすることはできますと。で、もうちょい拡大したければ、ここら辺をね、押してあげれば、拡大をすることはできます。ただね、やっぱりこう使ってみて思うと、iMac とかでやった方が断然綺麗なんで、デスクトップビューはね、なんかそんななんか出番なさそうな気は正直しています。はい、ということでですね、お待たせいたしました。こっからね、待望のパフォーマンスをね、見ていきましょうか。この MacBook Air M4 モデル、どこまでできるのかというところなんですが、まずはですね、ベンチスコアをね、計測をしてみました。結果はこのような形となっております。M4MacBook Air 15インチ、M3MacBook Air、M1MacBook Air、で、そして以前計測した MacBook Pro 14インチの M4 Pro のね、モデルも一応追加をしてみました。やっぱり M1 からの進化は、メモリのね、影響もあって 8GB から 16GB になりましたので、かなりね、大きく現れてるんじゃないかなと思いますし、シングル、マルチコア両方ともやっぱり M3 モデルよりもしっかりとね、進化してるのが伺えると思います。で、やっぱりですね、プロチップ、MAX チップに比べると GPU っていうのがね、やっぱり大きく変わってくるんですよね。なので、やっぱりこう MacBook Air のね、プロとかが入ってないチップのモデル、無印チップよりも、プロとか MAX の方がもう断然倍とかね、差が開いてくるので、ここはね、やっぱり大きなね、違いが出てくるかなと思います。で、今回検証したのがギークベンチというものになるので、もしよかったら皆さんお持ちのね、Mac でスコアを測ってみてください。で、それと今回のね、比べていただければ、どれぐらいね、性能に差が出てるかっていうのがわかると思うので、ここもね、参考にしてもらえたらと思います。で、続いて内蔵のストレージ速度ですね。この Mac ってすごい良さでもあるのですが、内蔵のストレージ SSD がとにかく速いんですよ。で、この速さに関しては、この Mac のモデルによって結構変わってくるんですよね。で、これがね、多分 M2 とかだったら、その容量サイズに合わせて速度が違ってきたんですよね。なのでちょっとそこら辺もね、一応検証というか確認をしておきました。大体このような結果となりました。超最初のね、256GB をね、計測はできてないんですが、512GB の今回の M4MacBook Air の速さで、大体書き込み読み込み3000前後ぐらいかなといったところになってきます。これが最小の 256GB SSD だとどうなるかっていうのがわからないんですが、一応ね、これぐらいの速度感は出ていました。で、ちなみに M4 Pro Mac mini とかになってくると、もうやっぱりね、5000MB ぐらいのね、前後くらいで出てくるので、やっぱりワンランクで速くなってくるんですよね。で、一方で M1 の MacBook Air の最小モデルに関しても、大体書き込み読み込みはこれぐらいなので、超遅いってわけではないとは思うんですが、若干ね、この辺と比べたら速度はね、上がってるのかもしれないですね。そしたらちょっとね、マルチタスクがどの程度できるのかっていうのを、いろいろと見ていこうと思うんですが、まずですね、この DaVinci Resolve で僕がね、過去に作ったハッセルブラッドのね、レビュー動画があるんですが、これをちょっと再生しておきましょう。結構ね、ヘビーなものになってるんですが、これを再生しておきながら、例えばですね、こういった Notion のね、はい、ウェブページを、ちょっとこういう風に記入したりとか、はい、これはテストです。
はい、全然いけますね。はい、全然いけてます。で、さらにちょっとキャンバの編集もしてみましょうか。何かしらのライトリークを入れてみようか。ライトリークを検索をして、この辺ちょっと入れてみましょうか。で、これがちょっと振るような感じにしてみて、ぼかしも作ってみて、全然いけてるね。はい。っていうのも全然いけて、で、さらにこのライトルーム現像も、これぐらいだったら全然動くかなといったところになりますので、結構いろいろとウィンドウ開きながらやってても、割と大丈夫そうな感じはしてますね。ここからアップルインテリジェンスとかさらにやっても耐えれるんじゃないかなというぐらいのマルチタスク性能はあります。で、今回このブラウジングとかマルチタスクをどれぐらいできるのかっていう計測をね、できるサイトがあって、それがスピードメーター 3.0 っていうところがあるんですが、ちょっとこれでいろんなね、こう測定をしてみました。これはですね、もう完全に M チップのこの数字が上がっていけばいくほど、よりね、高速に処理ができているような結果となりました。こういったところですごく大事になってくるのが、こうウェブ上でね、いろいろと操作をするようなものっていうのが大事になってくるんですよ。なので、例えば今回で言うと、こういった Notion とかもウェブ系でね、このリンクをさせてやってるんですよね。なのですごく大事になってくるし、こういったキャンバとかですね、キャンバっていうのも、こういったウェブ上でやるんですよ。これ今アプリ上になってるんですけど、これ言ったらオンライン上でのね、操作になるので、ウェブ上でもできたりするので、こういったところですごくね、この辺の性能が求められます。他にもアートリストとかスクエアスペースとか、そういうウェブ上で何かをするときっていうのは、すごくね、この辺が大事になってくるので、実際にこうスクエアスペースでね、ホームページを作るみたいなことをさっき動画出してたと思うんですけど、あれがね、こう M2 Pro とかだと若干ね、もたつくときあったので、それがね、やっぱり M3、M4 とかになってきた方が、やっぱり快適になってくるような印象があったので、そこら辺の視点ではこういったねところで、要はねこの M チップのこの数字の大きさっていうのが大事になってくるんじゃないかなと個人的には認識をしております。で、あと大事なこと、Apple Intelligence に関してなんですけれども、ちょっとねまだ Mac とかではねがっつり使うことがね正直まだできていないので、ちょっと何とも言えないんですが、僕ねちょっと特別にこのデベロッパー用のApple Intelligence をねこの iPhone で使わせていただいてます。で、これを使ってる中で言うとちょっとやっぱ熱がこもりやすいというか、結構処理をねがっつりやってるような印象があるんですよね。なので、こういった Apple Intelligence も絡めるってなってくると、AI ってやっぱ基本的には何かの作業とプラスアルファでね使ったりするじゃないですか。なのでそういった時には結構ねやっぱりこの M チップの大きさっていうのはすごく大事になってくると思うし、メモリも、がっつりこれぐらいね4つのね作業をやるとかなってくると16よりも24ギガぐらいあった方がいいんじゃないかなって個人的にはね今思ってきたりはしているといったところです。はい、ということで続いてはですね、ここからがっつりとねクリエイティブ系の、検証していきたいと思うんですが、まずは写真編集機能をね検証していきましょう。今回このライトルーム上でのねパフォーマンスを見ていきたいなというふうに思うんですが、基本的にね全然ねパフォーマンスは問題なくて、はい、自由自在にねもう全然この辺のね明るさとか、できます。で、1個気になるノイズ感ですよね。ここのノイズ除去ですね。このノイズ除去をどれぐらいの速さでできるかっていうところなんですが、このノイズ除去を 25% の適用量でちょっとタイムを計測したいと思います。それでは強化します。よーいスタート。始まりました。はい、終わりました。ちょっと急に終わったんですけど、3分29なんですが、でも大体多分ね、3分28ぐらいかな。ちょっと今めっちゃ急に終わっちゃったんだけど、ぐらいの結果となりました。思ったよりかかるね、やっぱこのノイズ除去、AI を使ったノイズ除去になるので、結構 GPU 使ってるんじゃないかな、どうなのかな。で、一応ね、M2Max、M4Max でも比較したところ、M4Max で35秒ぐらい、で、M2Max で1分ぐらいだったので、やっぱりね、こういうノイズ除去は、こうチップのこの数字っていうよりもプロかマックスかっていうのでだいぶと変わるような気がしていますね。で、他にもですねちょっと書き出し時間をね検証してみました。これねハッセルブラッドで撮影したカメラの、1億画素のね、結構大きな写真データになるんですが、これらを15枚ですね、15枚まるっと一緒に書き出して粒子をつけたり、もういろんなこう編集をしているものを書き出しの時間をそれぞれ計測をしてみました。このような結果となりました。やっぱり M1 に比べたら最大6倍ぐらい速いね速度結果になりまして、ちょっと残念だと思ったのは M3 と M4 はそこまで大差はなかったというところで、 M4 Pro の Mac mini も1分ぐらいだったので、やっぱりもしかしたら M3、M4 っていうのはそんなにねめちゃくちゃここが変わるものではないのかもしれない、写真の書き出しだとね。ただ何よりも M1 っていうのはもう全然違ってくるので、もうやっぱ M1 の買い替えはねだいぶとありな気がしていますね。はい、続いて動画の書き出し時間も計測をしてみました。今回ですねこのハッセルブラッドのレビュー動画ですね、僕がもう超対策として作ったねこの
の、35分超えのこの動画ですよ。これだけ頑張って作ったものになるんですが、これの書き出し時間も、計測をしてみました。このような結果となりました。やっぱりですね、動画のね、書き出しはかなり大きな差が開いたような印象です。M4 は M3 よりもね、6分ほど縮んだし、M4 Pro になると、やはりね、グラフィック GPU 性能がかなり上がるので、18分で済んでるし、逆に M1 MacBook Air は1時間2分かかってますので、このね、これぐらいのね、感じの動画の書き出しっていうのは、よりね、恩恵を受けるんじゃないかなと、個人的には感じております。で、他にもですね、過去に僕がね、制作をしたミュージックビデオのね、動画があるんですが、8K のブラックマジックローとかで撮影をしているので、もうめちゃめちゃ重たいプロジェクトになるんですけれども、これもちょっと書き出しをね、比較をしてみました。ちなみにね、動作感はね、ちょっとこんな感じですね。はい。シンプルな構造の部分であれば動くんですけど、やっぱりこれぐらいのレイヤーになるとちょっとしんどそうではありますね。これぐらいのね、規模感のものはね、編集することほぼないと思うんですが、書き出し時間はこのような結果となりました。M4 は20分29秒、M3 は29分43秒なので、かなりね、短縮できているような感じがしていますね。で、M1 は45分かかっていて、M4 Pro はなんと驚異の9分で終わっています。やっぱり特にね、こう、ヘビーなものであるほど、この差が開いていくような印象だし、この M3、M4 の違いっていうのは、写真とかよりも、やっぱりこの動画っていうところでよりねこのパフォーマンスの良さっていうのがこう見えてくるんじゃないかなと、そんなようなね気がしております。はい、ということでパフォーマンス性能をね、見ていただきましたがいかがだったでしょうか。ここからはですねもう僕の主観でエアーかプロか13インチか15インチかっていうねところを僕の意見、もう今さ見ていただいた Mac もう6台ぐらいね持ってるんですよ僕たちは。でいろんな Mac 使ってきた中でもうこれはこうした方がいいですよっていうのがねあるので、ちょっとそれについてお話をしようと思います。まずねこのエアーかプロかっていうところになるんですが、これ結論があってですね、クラウド上でたくさん作業する方は最新チップのエアーがおすすめで、そうじゃなくてオフラインでたくさんクリエイティブ業務をする方はプロがおすすめです。でその中でも厳密にはプロよりもマックスに行けば行くほど、よりね速さを求めれると思います。はい、であとはねここですよ、15インチか13インチかっていうところに関してについてもねお話ししようとすると、やっぱりねできれば13がいいと思いますよ。やっぱり持ち運ぶ方はやっぱり13インチをおすすめしたいっていうのも、カフェとか飛行機とか新幹線でやりたい方って、多いと思うんですけど、15だとね結構圧迫してしまいます。例えば LCC のね飛行機に乗って作業したいってなると、こうテーブルにさドリンクカップ置くとこあるじゃないですか。あれがね15って埋まっちゃいます。スタバとかドトールとか行くときにカフェの丸テーブルあるじゃないですか。あれとかも15とか16インチって埋まるんですよ横が。なのでドリンクを横に置くんじゃなくてドリンクを後ろに置かないといけなくなってくるんですよね。なのでこの大きさっていう面ではやっぱり13インチが圧倒的に魅力的なんですが、なんかこう重さっていうところをねそこまで考えないのであれば15でもいいと思うんですよ。っていうのもねこの15インチのね MacBook Air でも言うて軽いんですよね。13インチの MacBook Air で 1.24kg です。でこっちの15インチで 1.5kg ですね大体。でこっちの M2 Max の14インチは 1.63kg あるんですよね。なのでこっちの方が軽いんですよ。だから重さっていう面ではやっぱり Air って全然もう正直十分軽いので、そこはね億劫にならずに15を選んでもいいんじゃないかなと個人的には思ってます。逆にねこの M4Max からこの16インチプロになってくるとなんと 2kg 超えるんですよ。 2.15kg になってくるので、マジでプロのね16はマジで覚悟がいるんですけど、でちなみに外部ディスプレイの接続可能台数なんですが、 M4MacBook Air は画面をね開いた状態であれば2画面ですね2枚ディスプレイにねつなげることができますと。 M1 とか M2 だったらもう1台しかできないし、この M3 ですね、これは閉じれば2枚載せれます。はい、でも開いていたら1台かなっていう感じになるので、接続可能枚数は増えているので、そこら辺もねちょっと違いはあるっていうことをね覚えておいていただければいいかなと思います。はい、ということでだいぶと後半になってきましたが、 MacBook Air をねより活用できるためのおすすめのねちょっとアクセサリーをねサクッとご紹介していこうかなと思います。まずですねこちらですね、アンカーの USB-C ハブですね。この USB-C を1本つなげばこういったタイプ A2 個とか SD マイクロ SD とか LAN ケーブルとか USB さらに2個拡張 HDMI とかあるので、やっぱり MacBook Air ってねポート数が少ないんですよ。なのでここに1個挿してあげればどんどん拡張できるっていう良さがあるので、なんかねこういったものをね1個使ってあげるっていうのもいいと思います。で他にもカメラをね使う方はこういった SD カードのねリーダーですね、これプログレードこっちの方がおすすめなんですけど、こういったものを持っておくと、最近のね iPhone USB-C に対応していますから、これでサクッとね挿したりとかで、もちろんね MacBook にもね挿すことができますし、
これはちょっと高いんですけど、こういったね、いろんなものを売ってますので、こういった SD リーダーを買っておけば、カメラからね、撮ったものをすぐにダウンロードすることができるようになります。で、他にもストレージですね。この NEC ストレージさんの SSD すごく小さくて、なんと 2000GB も入りますので、ここに 2TB ですよ。はい。なので、256GB のだいたい8倍ぐらいの容量が入りますので、ちょっとストレージ拡張 Mac やっぱ高いのでしんどいなっていう方は、こういったところに保存しておくっていうのも一個ね、手段だと思います。で、あとね、ちょっと僕的にね、推してるのが、このエレコムさんの PC カードケースなんですよ。これがね、割とおすすめで、こう MacBook がスポッと入るんですよね。ちょっと僕まだ15インチのもの持ってないんですが、これ何がいいかっていうと、この蓋をこう開けなくていいんですよね。このガバッと入れるだけなんでめっちゃ楽なんですよ。MacBook ケースってここが閉じるものもあるんですけど、それちょっとめんどくさくないですか。で、カラー展開も結構いろいろとありますので、これはね、割といいと思いますよ。安いしね。で、最後これですね。これ何でもいいんですけど、僕は U グリーンのものを使ってて、これ何かっていうと、これ MacBook スタンドなんですよ。はい。で、これで、PC モニターとかにね、つけたりするし、これで言ったら収納もできちゃうみたいな感じのものになっております。デザインもすごくおしゃれですよね。はい。で、ここのね、中身がラバーというか、ちょっとこう保護されてるようになるので、Mac 本体が傷つくみたいな構造にはなってないっていうのも結構ね、嬉しいポイントかなと僕的には思っております。はい。というわけでいかがだったでしょうか。もう最後の最後にですね、この M4MacBook Air はお買い得なのかっていうところで、ちょっと値段っていうところについてね、見せて終わろうかなというふうに思います。今回のね、トータルの検証とかレビューすべて含めて、M1 ユーザー、これはね、買い替える価値マジであると思います。やっぱりパフォーマンスも全然ちゃうし、もうカメラの性能も全然ちゃう方じゃないですか。だからもう全体的なパフォーマンスが全然違うので、M1 使ってた人はマジでね、もうだいぶと当たりのね、MacBook Air なんじゃないかなというふうに思っています。で、そもそものね、MacBook Air の価格に関しては、今回 M3 モデルと、入れ替わり、据え置きだったんですよね。値段は変わりませんでした。ただアメリカ、US とかであれば100ドル値段は下がってるんですよ。なので、円安の影響もあって日本は変わってないとは思うんですが、だからM3 使ってた方、これは M3MacBook Air から買い替えるほどでは絶対ないと思うし、M2 に関しても正直買い替えなくてもいいんじゃないかなと個人的には思っちゃうかな。僕はやっぱり M1 が一番買い替えるべきで、M2、M3 の人は M5 まで待ってもいいような気はする。やっぱりマイナーチェンジではあったので、そこら辺は次回作でもいいのかなと、個人的には思っていますかね。で、さらに学生と教員さんですね。この方、今めちゃくちゃ買い時です。っていうのも、そもそも Mac って学割が効くんですよね。今回の学生の割引価格で言うと、14万9800円から、MacBook Air 買えちゃいます。だいぶと安いですよね。こうなってくると。で、さらにね、今だったら、2万2000円分のギフトカードももらえるんですよ。これが4月9日までになるので、新生活のこのタイミングでね、マジで買うのが一番おすすめかなと思うんですが、ギフトカードを含めたら、実質12万7800円から購入することができますので、やっぱり学生さんはね、どっちかっていうと、クリエイティブっていうよりも資料とかね、オンライン上、クラウド上でのね、作業が多いと思うので、エアーでこの値段で買うっていうのはなかなかね、いいんじゃないかなと、そういう風には感じていますかね。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。今回はね、このスカイブルーの M3、M4MacBook Air が来たというところで、先行でね、レビューをお届けさせていただきました。実はね、僕去年ね、Apple さんに、ロサンゼルスのね、イベントに招待いただいて、M4 シリーズのね、Mac はもう全てレビューしましたよね。Mac mini から MacBook、そして、iMac と、で、最近は M4Max の MacBook Pro も届いたので、すべてレビューしていますので、そちらもね、よかったらね、興味ある方はね、ぜひチェックしてもらえたらなというふうに思っております。そして、じゃんと、こちら Mac Studio M3 Ultra もね、こちら着弾しておりますので、約180万円のこの PC の性能はどれほどなのか、次の動画で出ますので、こちらもね、チェックしてもらえたら嬉しいなと思っております。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。